はい、それでは今回は、こちらの3007と1649のようになかなか最大公約数がすぐには求まらないもの、こういう時に威力を発揮するやり方として、ユークリッドの誤助法というやり方があるんですけれども、その考え方に基づいた長方形を最も大きな正方形で敷き詰めるという問題に言い換えてですね、最大公約数を求めるというやり方について解説をしていきたいと思います。はい、それではまずこちらの問題から考えていきましょう。縦12メートル、横8メートルの長方形の床に同じ大きさの正方形だけを敷き詰めていきます。ぴったり敷き詰めることができる正方形の一辺の長さは最大のもので何メートルでしょうかという問題ですね。ですから、長方形の床があって、そして縦が12メートル、横が8メートルと言ってますから、だから例えばこちらの縦が12メートル、そしてこちらね、横8メートルですから、こちらが8メートルというふうに考えられますよね。はい、で、この長方形の床にぴったりと敷き詰めることができる正方形を考えましょうということなんです。ですから、例えばですけれども、一辺が1メートルの正方形ね、このような正方形ですね、これを考えてみよう。そうすると、これもちろんね、このように8メートルを8等分できますよね。そして12メートルも12等分できるわけです。で、それぞれが1メートルずつの間隔ですよね。だから8×12、8×12 で96個の正方形を使えば確かに敷き詰めることができます。ね、ですが、確かに敷き詰められるんですが、最大のものを答えてくれと言っているんですね。これが最大のものかと、この長方形を敷き詰められる一番大きい正方形がこれかって言われると、ちょっともっと大きいのがあるんじゃないかと考えていいですよね。はい。そこで、じゃあ、例えば、もっと大きいのがありそうなんで、一辺が3メートルの正方形、これ考えてみたらどうかと。ね。だからこの正方形でこちらが敷き詰められないかということなんですが、じゃあね、ちょっとこちらの方に埋めていきましょうか。はい、じゃあこちらの正方形をじゃあこの辺あたりにね、まず1個置いて、で、縦、ね、このように4つきれいに埋まりますよね。うん。じゃあ次、横はどうかなと。ね、横も入れていきましょう。そうすると、まずこちらね、右側に1つ置いて、で、もう1つ置くと、明らかにね、ここはみ出てしまいますよね。つまり、横はうまくね、いかなかった。ね、はみ出てしまいましたということなんですね。はい。じゃあ、このうまくいった場合とうまくいかなかった場合の違いは何なのか。ね、何が原因で、縦はうまいこと埋まったのに横は埋まらなかったのかって考えると、なんでですかね。うん。まず縦がうまくいった理由、それは、12が3で、ね、割り切れるからですね。つまり3が12の約数だからですね。うん。だから、12割る3で4つ入るよということが、すぐにわかるんですよね。はい。じゃあ横はなぜダメだったのかというと、こちらね、うまくいった場合とね、比較するといいですね。つまり、8は3で割り切れないからですよね。つまり、3は8の約数ではないからです。なので、はい。このようにね、2つ目まで入ったとしても最後の1個で、余りが出てしまうということですよね。はい、なのでうまくいかない。だから、敷き詰められるような正方形を探そうとしたら、えー長方形の床に、ね、敷き詰める正方形の一辺っていうのは長方形の縦の長さ、だからこの場合は12、それから横の長さ、この場合は8ですよね。
その2つの数の、公約数でなければいけないんだということですよね。逆に言うと、公約数を一辺の長さに持つ正方形であれば、敷き詰めることができるんだということですよね。はい。だから、今求めようとしているのは最大の、ね、正方形ですから、つまり一辺が12と8の最大公約数となるような正方形を考えればいい。つまり12と8の最大公約数を求めればよいということになりますね。だからこの問題を考えるということは、12と8の最大公約数を考えるということと同じなんだということが言えるわけですね。じゃあね、12と8の最大公約数は何か、12と8ともに割り切れる数、1では割り切れますけど、2も割り切れますよね。3はね、12は割れるけど8は割れない。4は12も8も割れる。そうすると、あと5以上の数は、両方割れる数ってないですよね。5、6、7、8までしか可能性ありません。で、いずれも12と8両方割れるということはありませんので、つまり12と8の最大公約数は4であると、ね、いうことが、探していけばすぐに見つかりますよね。はい、したがって、一辺が4の正方形であれば、このように縦も横もちゃんとぴったしと埋まる、敷き詰めることができるということですよね。したがって答えは一辺が4メートルの正方形であるということがわかるわけですね。はい。では次にですね、こちら、括弧3と書いてますけど気にしないで、縦408メートル、横119メートル、この大きい長方形の床ですね、さっきよりもすごい大きいですね。同じ大きさの正方形だけを敷き詰めて、ぴったり敷き詰めることができる正方形の一辺の長さを、考えましょうという問題ですね。はい。ですから、縦が408メートルですね。はい。そして横が119メートルですね。はい。こういう長方形の床に、正方形ね、これから敷き詰めていくんですけれども、ね、括弧1と同じように考えればいいですよね、当然ね。はい。ですから、408でを割り切れるもので、119も割り切れる。つまり、408と119の最大公約数、これを求めるんでしたよね。はい。ただ、ね、少し大変ですよね。できなくはないですけどね。はい。で、ここでうまいやり方がありますと。ね、最大公約数を求めようとして、1から順番に1、2、3と割れる数を探していくととても大変だと。ね、でここでもうちょっとうまいやり方がありますよということで、実は先ほど括弧1の問題で、考えたことがそのうまいやり方の、ヒントになっているんですね。はい、で、そのことをですね、これから括弧1の問題に戻って、解説をしていきたいと思います。はい、では先ほどの括弧1番の問題に戻るんですけれども、こちらの問題ね、先ほどは、最大公約数を探すというやり方で、答えを求めました。ねこの正方形の一辺の最大を求めるということは、12と8の最大公約数を求めることと同じだから、じゃあ最大公約数を求めましょうということでやりましたよね。はい。だけど、この敷き詰めることができる正方形で一番大きい正方形の辺の長さの求め方って別のやり方もあるんですね。はい、そのやり方を説明していきたいと思います。どういうやり方かというと、長方形、この長方形に収まる正方形の中で、ね最も大きい正方形を考えましょうと。ですから、余りが出てもいいんですよ。この長方形の中にすっぽりと入ればいいんです。で、その中で一番大きいもの。なので、8と12、そしたら、この小さい8の方を一
辺とする正方形を考えてしまえば、それが一番大きいですよね。はい。この青い正方形がこの長方形にぴったり収まる正方形の中で、今、一番、ぴったりではないですね、収まる正方形の中で、一番大きい正方形ということが言えますよね。はい。で、さらにですね、そうするとこの余ったところ、ね、ここに長方形が残りますよね。この残った長方形でまた同じようなことを考えるんです。はい。この長方形ですね。ですから、こちらですね。ここは8メートルですね。で、ここは当然12から8を引きますから4メートルということで、今度はこちらの方が短いので、縦と横を入れ替えた長方形を、こちらにね、もう一個考えます。そうすると、このようにね、こちらの長方形をこちら、縦と横を入れ替えて、このように置いてやる。だからこちら縦だったものが横になってるって意味ですよ。はい、だから今度はこの長方形に収まる正方形の中で最も大きい正方形を考えましょうということなんですね。そしたら当然これはね、この4を一辺に持つ正方形、それが一番大きいですよね。そしてその正方形であればこのようにぴったり収まると、ね、敷き詰めることができる。ということは、このように一辺が4の正方形で敷き詰めることができたのであれば、この正方形、ピンクの正方形ですね。こちら。これで長方形、この緑の長方形を敷き詰められるんですから、当然、こちらね、この青い線分上にの約数にこれ、一辺の長さがなってますよね。2つ入るわけですから。ね。ということは、当然こちらも、2つ入れることができるし、こちら側に。で、この縦方向も入れることができるんで、この青い正方形、ね、こちら横は2つ入って、縦の方も2つ入るよねと。だってこの8の約数ですもんね。ちょうど敷き詰められるってことはね。はい、なので、青い正方形もこのピンクの正方形で敷き詰めることができますよねということですね。はい、繰り返しになりますが、こちらの青い正方形と、それからこちらの緑の長方形、これを敷き詰める最大の正方形がこちらのピンクなんですよね。はい、一辺が4メートルの正方形。ということは、最初の12メートル、8メートルですね、この長方形の床を敷き詰める、正方形で一番大きい正方形がこのピンクであるということがわかるわけですね。はい、したがって、括弧1番の答えは4メートル。このやり方でも、答えを求めることができる。そしてこの4というのは当然、最初ね、括弧1番を解いたときに、さっき解いたときに出した答えのように、つまり最大公約数として最初求めましたよね。だから当然このやり方で出しても最大公約数と一致するものが出てくるんだということなんですね。はい、このやり方で最大公約数を求めることができるということなんですね。だからこの考え方を使いましょうと。ねすぐに最大公約数が見つからない場合は、このやり方で最大公約数を見つけましょうということなんですね。はい。で、括弧2番、45と21の最大公約数を求めなさいという問題を、あえて今ね、括弧1番で、解説したやり方で、求めてみようと思います。ですから、今やった内容をこちらの問題に当てはめると、45と21の最大公約数は、縦45、横21の長方形を敷き詰める最大の正方形の一辺の長さと一致するんだと。ね、だからこちらを求めても最大公約数を求めることができるよということですよね。はい。ではですね、まず、長方形、縦45、横21の長方形を
書きましょう。そして、こちらですね、横が21で縦が45というふうに書きましょうね。定規で測らなくてもいいので、だいたいイメージでね、こういうこういう形かなというふうに、実際に、鉛筆を持って自分の手で書いて、ね、そうすると問題が頭の中に入っていきますのでね、考え方も入っていきますから、実際に自分の手で動かして、図を描くことをお勧めします。はい、とにかく、縦45、横21の長方形ですね、こちらの長方形、じゃあ、あというふうに名前を付けましょうね。はい、このあに対して、あの長方形の中で、まず、この中に収まる正方形ですね。別にぴったり敷き詰めなくてもいいので、このあに収まる正方形の中で一番大きいもの、それを考えましょうということですね。ですから、そういう正方形って当然、21と45ですから、こちらのね、21を一辺とする正方形が一番大きい正方形ということになりますよね。はい。じゃあ、この正方形がこの中にいくつ収まるかというと、それは割り算をすればいいですね。45を21で割ると2余り3です。ということは、もう一つね、入ることができるということですね。そしてここが、余りの分ということになりますよね。はい、ですから、こちらのね、縦45の長さの中に、ここの21の青い太い棒が2つ、ね、入るんですね。2つ、この線がね。はい、そして、この残った部分っていうのは、だからここで計算した余りの部分ですから、3メートルということになりますよね。はい。ですから、ここの余った分の図形というのは、これ長方形の形してますよね。こちらね、ここの長さが21で、ここの長さが3の長方形、横21、縦3の、横長の長方形ということになります。はい、そして次にやることは何でしたっけ？うん、この余った長方形の横と縦を入れ替えて、ね、このようにこちらの横と縦を入れ替えて、ね、こちら3が横。で、今度はこちらが縦にします。で、この長方形に対して、どうするか。まずこの長方形名前つけましょうね。いと名前つけます。はい。いの長方形で、先ほど、やったように、最大のね、収まる正方形の中で最も大きい正方形を、考えましょうということなんですね。はい。じゃあ、この長方形の中に収まる正方形の中で一番大きい正方形って、一辺の長さが何だと思います？うん。こちらの長方形で21でしたよね。うん。こちらの横の長さ、短い方の長さを使いました。だから、こちらの長方形もやっぱり3を使えばいいですね。21と3だったら3の方が小さいですもんね。はい。なので、一辺が3の正方形。これがこの長方形に収まる正方形の中で一番大きいものだと。ね、これより大きい正方形だと、はみ出てしまいますね、横がね。はい。ということは、このピンクの正方形が、じゃあこの長方形に何個収まるかというと、それは、どうやって計算します？うん。21を、ここのピンクの正方形、当然縦と横同じね、長さ3ですから、その3で割ってやれば、つまり21割る3を計算することで、何個入るか分かりますよね。で、この場合、割り切れました。ね、21割る3は7です。余りは0ですよね。割り切れるわけです。なので、この緑の長方形の中に、このピンクの正方形がぴったり7個ですね、敷き詰められているということになるんですね。ということは、こちら青い正方形と、緑の長方形を、同時に敷き詰める最大の正方形というのはピンクの正方形。つまり一辺が3の正方形なので最大公約数は3であると
いうことが言えるわけですね。この3が一番大きいと言っていいんですか？それはですね、例えば、仮にこの3以外の数でね、これよりも大きい正方形が仮にあったとしますよ。でも、その数というのは21の約数でないとダメですよね。だって21、この中に正方形敷き詰めるわけですから。ね、その正方形を敷き詰めるんですから、ちゃんと収まるためには余りが出ないように割り切れる数でないといけません。で、当然縦もそうですよね。正方形なんで縦も横も同じ長さですから、縦も横もその正方形で敷き詰められないといけない。ということは、この3よりも大きい正方形があったとしても、この中にぴったり収まるはずなんです。ね、そして同様にこの2つ目の青い正方形の中にもぴったり収まるはずなんです。ということは、この3よりも大きい正方形があったと仮にしたとしても、この青いところでぴったり、ね、敷き詰められるんですね。だから結局その正方形でこの緑の長方形を埋めなければいけない。でも、この緑の長方形を埋める最大の、ね、正方形っていうのが3だったんですよね。だから3より大きい数はありえないんです。矛盾ですよね。だから、3より大きい正方形はない。したがって3が最大公約数であるということが言えるわけですね。はい。はい、それでは先ほどの括弧3番、縦408メートル、横119メートルの長方形の床に同じ大きさの正方形だけを敷き詰めます。ぴったり敷き詰めることができる正方形の一辺の長さは最大で何メートルでしょうか？はい。で、この答えというのが、だから、408と119の最大公約数と一致するんですよね。だから、このようにね、過去3番で仮に問題がこのように問われたとしても、まずは、ね、長方形を考えましょうということなんですね。縦が408で横が119ですから、このような長方形である。ね、じゃあこれをあと名前つけましょう。だからこの長方形あに対して何をやるんでしたっけ？はい、この中に収まるような、次に、あの長方形で、この長方形の中に収まる正方形ですね。収まるだけでいいんだったら、ここの中にね、ちっちゃい正方形いくらでも作れるんですけども、その正方形の中で一番大きいもの、ね、それを考えましょうと。そしたら、当然、その正方形の一辺の長さというのは、こちらね、119でしたよね。一辺が119の正方形、これがこの長方形の中に収まる正方形の中では一番大きいと。ね、じゃあその青い、ね、正方形がじゃあいくつ入るかなっていうと、もう横はね、これ119で、1個、ね、これでいっぱいいっぱいですから、あとは縦に何個並ぶかですよね、この青が。なので、それは408を119で割ってやればいい。そうすると3余り51ですから、こちら青い正方形があと2個、ね、上に、こう入るということですね。収まるということですね。はい。そして、こちら上のね、余った部分。これが、ちょうどここは51なんだということですよね。はい、なので、青い正方形で埋めると、こちらの緑の長方形、横119、縦51の長方形が、余ってしまうと。ね、埋められてないところと、敷き詰められないところとして余るということですね。そして次に考えることが何かというと、今度は縦と横を入れ替えて、こちらが51が横になるように、119が縦になるように、この長方形をこのようにね、こちらに持ってくるんですよね。はい。そして、また、
同じようなことを今度はこちらのね、緑の長方形に対して、これ、「い」と名前がついていますけれども、さっきと同じように、この緑の長方形の中に収まる長方形で、ごめんなさい、正方形で一番大きいものを考える。そうすると、当然、51ですよねと。一辺が51の正方形ですよねと。はい、で、また、同じことを繰り返すんですよ。何個入るかなってことを調べるので、割り算をすると。そうすると2個入って、で、余りが17であるということなので、はい、もう1個入りますね、ピンクがね。はい、そしてこの残っている部分ですね。こちらの残っている部分が、ここの縦の長さが17メートルであると。ね、横は当然51メートルということですよ。はい、で、また、ここにね、この長方形に対して、同じことをするんです。また縦と横を入れ替えたものをここにね、書いてやる。でこちらのね、黄色い長方形に対して、これ、うと名前つけますけれども、そのうの長方形に対してまた同じことを考えるんですね。そして今度は、正方形の一辺は、17ですね。ここを一辺とすればいいですもんね。はい。じゃあ、この正方形がこういくつね、収まるかというと、51を17で割ってやればいい。そしたら今度は3ってなるんですね。だから、この正方形が3つ入ると、きれいに敷き詰められるんですね。ということは、ここは敷き詰められますよね。当然、ここが、ね、3つ敷き詰められているわけですから、縦横3つずつ、ね、この正方形がこれ入りますから、ピンクも敷き詰められる。ということは、この青い線の上にこの正方形がきれいに全部ね、並びますから、ぴったりとね、敷き詰められますから、ここも敷き詰められるし、この青の縦と横も敷き詰められる。つまり、この青い正方形も、こちらの17、17のちっちゃい正方形で全部敷き詰められる。ね、だからこの長方形は17、17の長方形で敷き詰められるし、それが一番大きい正方形なんだということで、408と117の最大公約数、それは17であるということがわかるってことですね。はい。では、次、いよいよですね、最後の問題に行きましょう。はい。今度はですね、3007と1649、これね、これをそれぞれね、素因数分解しなさいと言われても、それだけで難しいですよね。はい。その最大公約数を求めなさいという話なんです。はい。でも、今のね、長方形と正方形を使った考え方、つまり縦3007、横1649の長方形、ね、それを考えましょうと。ただちょっと数が大きいので、イメージ図みたいにしてね、思ってください。ねとにかくこのような長方形があって、縦と横の長さがこのようになっていて、ねこれに対して、まず考えることは、この、ね、長方形に収まる最も大きい正方形、だから1649でしょうと。でそれは3007を1649で割ると1余り1358なので、一辺が1649の正方形は1個だけ入る。ね、2つ入れようとするとはみ出てしまうということですね。はい。で、余りが1358ということです。で、次にやることは何かというと、はい、こちらの長方形の縦と横を入れ替えて1358が横。ね、で、1649が縦になるような長方形を考えるんでしたよね。はい、だから、このようになります。で、また同じことを考えるんですね。一番大きい正方形。だから今度は1358を一辺とする正方形。いくつ入るかなってことで、1649を1358で割ることになります。そうすると1余り291なんで、1つ入って、その余ったところが291ということだと。はい。
で、またこのね、余った部分がなくなるまで同じことを繰り返しますので、はい、うとして、この長方形で今度は縦と横を入れ替える。つまり、横が291ですね。縦が1358となるような長方形を考える。ね、あくまでもイメージなので、大きさがね、ちょっとどんどん変わってますけど、気にしないでください。はい。で、この形、拡大図と思ってもらっていいですからね。はい。そうすると、次に今度は、の長方形の中に収まる正方形で一番大きいものですから、やっぱり291を考えて、いくつ入るかなって割り算すると、4余り194、つまり、この291、一辺291の正方形が、4つ入りますと。で、余りが194ですということですね。はい、まだ余りますので、また同じことを、で今度は、横を194、こちらのね、横を194、そして縦を291とする正方形を、ごめんなさい、長方形を考えるんですね。でこの長方形で一番、収まる正方形の中で一番大きいもの、194、縦横194の、正方形ですよね。はい。そうすると、それがいくつ入るかまた割り算しますね。そうすると1余って97ですから、1つしか入らないんですね。そして、余った部分が97。まだ余りがありますので、余りがなくなるまでやります。はい、今度は、97が横に来て、194が縦に来る。はい、そういう長方形を考えて、一辺が97の正方形がいくつ入るかなということをやるんですね。はい、だから194を97で割ります。そしたら今度は2でちょうど割り切れるんですね。ということは、一辺が97の正方形がちょうど2つ入っている、敷き詰められるということです。ということは、の長方形は97、97の正方形で敷き詰められる。も敷き詰められる。も敷き詰められる。つまり、最初の長方形も敷き詰められるので、なおかつそれが一番大きいわけですから。ね。求めたかった3007と1649の最大公約数は、はい、97だということですね。最後に「お」で出てきたこの青い正方形、一辺が97の正方形の辺の長さになるよということですよね。はい、説明は以上です。ご視聴ありがとうございました。